気がついたらスーパーにいました。するとなんとちっちゃなアオリイカが売ってました。目があって運命感じたので購入して家族にしたいと思います。はい、帰ってきました。今回はスーパーに売っていた超ミニアオリイカさんを飼育していきます。イカちゃんはですね、僕ずっと昔からくんくらいのガキの頃から飼ってみたかったんで、今こうして我が家にイカちゃんが来て超嬉しいイカね。アオリイカこのサイズならちっちゃくて簡単に飼いそうって思いますよね。でもね、実はその逆で小さいアオリイカほど飼育はめちゃくちゃ難しい。まずとにかく繊細で、水温や水質が少し変わるだけでもストレスで一瞬でくたばります。でアオリイカって体内のロートって呼ばれる器官から一気に水を吹き出して移動する習性があるんだけど、狭い水槽では壁に激突して命を落とすなんて本当にザラ。しかも基本生きてる餌しか食わないから餌の確保も一筋縄じゃいかねえ。本当にイカって飼育が難しいから水族館でも展示が少ないんだよね。でも今回は超本気、とんでもない設備を用意して一般家庭でもアオリイカは飼えるのか、マジで真剣勝負早速やってく。ではね、アオリイカちゃんまずはこちらの水槽に移していく。今日はね、急遽のことだったから専用の水槽はねまだ用意できてなくて、タラバガニのフロリン用に用意してた90センチのオーバーフロー水槽で一旦仮住まいして、後でイカちゃん専用の特大水槽にお引っ越しや。こんだけ水槽を置いてると家が傾いてないのかちょっと気になるところ。このスーパーボール、この前ね科学館でトークイベントした時に視聴者さんからいただきました。ほら、傾いてない。傾いてない。お手紙もたくさんいただきました。皆さん本当にありがとう。似顔絵もめちゃくちゃ似てるし、僕の特徴掴んでます、これ。そしてこのオーバーフロー水槽、今はネットで簡単に買える水槽で、水槽の真下にろ過槽っていうろ過専用のお部屋がある水槽。このパイプの部分から下のろ過槽に水が落ちまして、ここでお水をろ過したお水をこのポンプで上に汲み上げるといったシンプルな仕組み。ろ過剤はサンゴ砂を使ってる。サンゴ砂って安くて多孔質でバクテリアが住み着きやすいからね、おすすめのろ過剤よ。オーバーフロー水槽は普通の水槽より水量があって水質も安定しやすくて、普通の水槽は外部式フィルターとかを使うけど、外部式フィルターはろ過剤をあまり入れられないのと、中が密閉されてて大きい汚れを吸い込んじゃった時に汚い水でそのまま循環させちゃうから、水をすぐ汚す生き物を飼う時は外部式のろ過器はあまりおすすめできません。では早速超丁寧にお水合わせしてオーバーフロー水槽の方に入れていこうと思います。まずは何もつけてないチューブの先っぽをメイン水槽の方に差し込みまして、そうしましたら反対側のこの開いてる穴の部分、この穴からお口でチューブの中の空気を吸うとチューブ内の空気が抜けてサイフォンの原理で上からね下にお水が落ちてくるんだよ。はい、吸いました。そしたらつまみをだいぶ絞って、これで長時間かけてお水合わせしていく。イカッチー大丈夫か。絶対に長生きして美味しいアオリイカになろうな。タコッパチも心配そうにこっちを見てます。マジでお前頼むから応援しててくれ。ロブタンお前もしっかり応援しといてくれよ。何食べたいって、そんな不謹慎なこと言うんじゃない。この子今めっちゃ黒いね。アオリイカの皮膚には色素胞っていういろんな色素が詰まった袋状の細胞があって、今ね電気消すよ。ほら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 、変わった変わった変わった。めっちゃ変わった色。脳からさ神経で直接コントロールされてるから、わずか 0.1 秒ほどで体の色や模様を変えられます。敵からさ目を隠したり獲物に近づいたりアピールする時とかに使うんだよね。ではみんな、あれから1時間かけてお水合わせしました。イカちゃん呼吸早いのと目に覇気がないし、僕大丈夫ですかねって顔してるんだよね。完全にテンパっちゃってる。マジで心配なんだけど、この子の生命力に欠ける。早速水槽に入れていきます。でさっき敷いてなかったんだけど、急遽サンゴ砂を敷きました。サンゴ砂がないと底面がこんな感じでクリアだから、イカちゃんもね自分の姿が反射して安心できないなと思って薄くね敷きました。じゃあ早速みんな入れてくよ。いくよ。いった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 。大丈夫か。めちゃくちゃ威嚇してますこの子。なんて愛おしいの。アオリイカは威嚇するときにこうやって腕を広げて体をでかく見せてるんだよね。いやでも心臓バクバクすぎでしょ。呼吸早すぎる。これが続いちゃうとどんどん体力消耗して力尽きるんで、ゆっくり今日は休ませてあげる。アオリイカちゃんは軟体動物で、まさにこのタコちゃんと同じ仲間なんだけど、さらにアワビやサザエといった貝類の親戚でもあるんです。でこれ超面白くない？大昔のイカの祖先は貝殻を持ってたんだけど、素早く動くために進化の過程で貝殻が体内に退化、そして消失しました。それがイカの体内にある硬い鋼の正体です。だからイカは貝殻を捨てて超高速に進化した貝と言ってもいいくらいなんです。ちょっと
と言い過ぎか。そしてイカには魚みたいな浮き袋がありません。浮き袋がないから泳ぐのやめるとどんどん下に沈んじゃうのよ。だからイカさんは止まってるように見えても、実は体の横についてるヒレをずーっと細かく動かして必死にね、姿勢をコントロールしてんの。でイカは24時間動き続けるから酸素をたくさん使うのよね。イカを飼うときはしっかり水面をバシャバシャさせて、海水の中に空気をしっかりと溶け込ませます。酸欠にマジで弱いからね。じゃあね、もう今日はイカちゃん呼吸も早いんで、このね、遮光シートをかぶせて寝かせてあげる。ウィンガーディアムレディオーサよ。よし、これであとは電気を消せば完璧。じゃあね、イカちゃん今日はお休み。おはようございます。みんな、運命の瞬間がやってきたぞ。イカ飼育は最初の24時間がすごい大切で、弱いイカだとここで力尽きてしまうから、今回の子は果たして生きているのでしょうか。3、2、1、ドンブリアタック。生きてる。生きてる。みんな昨日の子で生きてましたよ。よかった。パパも大感激。でもちょっと僕にビビっちゃってね。ごめん、俺にビビっちゃってるわ。昨日夜炭入っちゃったのかな。炭ついてますね。イカの炭って人間の髪や目の色と同じ色素のメラニンにネバネバのね、ムチンが混ざってできてるんだけど、炭を測れると水結構汚れるのよね。一旦水替えしていきますか。ちなみにね、このアオリイカちゃんは炭の量少ないけど、コウイカになるとマジで炭の量バグってんのよ。もうパピューンって辺り一面炭まみれにするからね。もう水槽の中なんかでコウイカに炭吐かれたらもうね、灯台元泣きっ面に蜂よ。よいしょ。ではね、水替えしていきます。まずこのホースですね、メイン水槽にぶち込みまして、あらやだ、そんな警戒しなくてもいいじゃない、あなた。世間話でもします。でポンプでこんな感じで水を吸い上げましたら、下の方にバケツを置いといて、そこに水を流します。人間で例えると、自分の部屋にわけわかんないさ、毛むきじらの男がホース持ってズカズカ入り込んでくんだもんね。もうストレスマックスだよね、そりゃ。海水ぶち流して、そしたら新しい海水を足していく。まずは水道水をバケツの中にどんぶりアタック。よし、お水入れ終わりましたら軽き抜きで、混ぜ終わったら人工海水の素を入れていきます。人工海水の素って今はね、ホームセンターとかアマゾンにでも売ってるし、安いやつだとね、本当にね、数千円で100リットルぐらい作れるんで、本当にみんなに水槽やってほしい。お願い。僕の視聴者さん、みんな海水魚やりましょう。楽しいから。では人工海水を入れていく。この粉を溶かすだけでも海に変わるんだから、もう簡単よ。しっかりね、ダマとかが残んないように溶かしていくよ。最後この比重計っていうやつを海水の中にぶち込んで、水から上げるとこのね、海水の比重がわかるんで、今ね 1.024 あたりでしょ。これね、バッチリ海水できてます。あとはホースでバケツの水を入れていきます。これもさっきやった水合わせの原理と一緒です。それで徐々に水を足してる。そうしましたらミネラルとかバクテリア剤を少し入れてきます。やっぱりね、水槽ってどうしても閉鎖的空間なんで、天然海水には含まれてる微量なね、栄養素っていうのがどうしても足りなくなっちゃうのね。だからそれをこういう栄養剤で定期的に足していく感じかな。実は水槽の水ってこれさ、一見綺麗に見えるじゃん。けど安心はできないんです。水槽の中には目には見えないアンモニアや亜硝酸塩、硝酸塩といった生き物に悪影響を与える物質が少しずつ溜まっていくんだけど、糞や食べ残しはまず強い毒性を持つアンモニアになり、それをバクテリアが亜硝酸塩、最終的には毒性が低い硝酸塩へと分解してくれます。ただし最後の硝酸塩はバクテリアでも分解できず、完全にはね、なくならないんだよね。放っておくとどんどん蓄積して生き物にストレスを与えたり、濃度が高いと命を落とします。定期的な水替えはこの目に見えない物質をどんどん減らして、生き物が健康に暮らせる環境を維持するために行うんだよね。よし、では早速みんなイカちゃんに餌やりを開始します。まずはちっちゃなイソスジエビとハゼをあげていきます。アオリイカはこういうちっちゃなエビとか小魚大好物だからね。お腹空いてると思うから絶対食ってくれるはず。頼んだぞ。じゃあゆっくりいきますよ。上からいきます。ほう、行ってこい。いった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 。どうだ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 。見てる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 。待って、見てる見てる見てる。イカちゃん見てるよ、イカちゃん見てるよ。あれー、いや食わないか。お前ら、おい、何してんだお前。のんきに毛づくろいしやがって。後でお前はしっかり食べられるんだからな。そんなおめかししなくても大丈夫だから。アオリイカの腕は全部で10本ありまして、そのうち8本は獲物を抱え込むための短い腕、残り2本はめちゃくちゃ長く伸びる触腕なんだけど、触腕で獲物を捕まえるシーンがマジで大迫力だから、みんなに見せたいし、
い。俺も間近で見てみたいな。昨日よりはね、ちょっと警戒色も解けてきて、少しね、落ち着いてるように見えます。はい、あの後しばらく様子見たんだけど、結局食べませんでした。今日はもうね、一旦ライトを消して、またね、後日餌をあげてみようと思います。ではね、消灯。はい、そして皆さん、今、他の家族の餌やりしてるんだけど、皆さん、この子覚えてますか？そうです。1ヶ月前動画にしました、瀕死のカエルあんこちゃん、見てください。めちゃくちゃ元気になりました。体色全然違うでしょ。この子最初は体色黄色だったんだけど、このね、紫のライブロックの色に1ヶ月かけて変わっていきました。餌あげます。おー、食った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 。あ、待って、あんた画面外で食ったんじゃない？ちょっと。行き過ぎー。で、みんな、この子のお名前、前回ね、大募集したんだけど、マジで大量にコメント、本当にありがとう。お名前、決まりました。ケロリンちゃんですー。ディアシ、ディアシ。カエルアンコウって寿命は1年で、本当に短いんだけど、これからもね、大切に育てていきます。はい、ついでに水替えもしちゃいます。そしたら、温度と肘を合わせた海水をバジャーって入れちゃいます。では次、焼いと旗のパッツンと、ジャンボそこにいたのかお前。ジャンボに餌あげていきます。これ来た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 。早い早い早い。めっちゃ早い。ほらほら、回転寿司回転寿司。スシロー特大セール一丁開催中。おっしゃ、こいつらも水替え。とれー。いった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 。春菜頑張れ春菜頑張れ。あ、食った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 。春菜食いました。ちょっとね、色が濃い方が春菜で、こっちの色が薄い方がはるかちゃん。春菜をお迎えした後に、こっちの色が薄いはるかをお迎えしたんだけど、仮専門って単独飼育が基本推奨されてるんだけど、この二人めちゃくちゃ仲が良くて、喧嘩一切しないんだよね。めちゃくちゃ可愛いでしょ。おろろろろろろろ。はい、春菜とはるかも水替えしてます。はい、みんな、あれからさらに3日の方が経過しました。スパイダー山口も見守ってる中、イカッチはなんとまだ生きてくれてます。この子ね、飼育3日目まで警戒色がすごかったんだけど、飼育5日目にして少しだけ警戒色が解けたような気がします。もっと濃かったからね。昨日はね、餌食べなかったんだけど、今日は餌食べるでしょうか。この中にイソスジエビがたくさん入ってる。早速あげていく。ここでイカちゃんが餌食ってくんなかったら、バター焼きに近づいちまう。いや、頼むから食ってくれよ。神羅万象の快進撃見せるから。いった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 。あ、待って、来た。あ、待って。追ってる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 。待って、今追ってたよね追ってたよね。後ろ後ろ後ろ。どこ見てんねんあんた。真後ろにいるよ、真後ろに。昨日までさ、全然追ってなかったのに、一瞬今さ、反応してたよね。どうだ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 。食わない。待って待って待って、みんな。うわ、食った食腕だみんな。うわ、食った食腕だ。来た。待って、食った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 。イソスジエビ食ってるよちゃんと。待って、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、エビちゃんもこりゃ降参だーって顔してるよね。エビちゃんに気づかれないようにエビちゃんの背後というか視覚から思いっきりスパーンってついて食べてたよね。で、みんなアオリイカってめちゃくちゃ目がいいのよね。アオリイカちゃんは海の中でもトップクラスの視覚を持つハンター。視力を人間に換算すると 0.6 から 0.7 以上もあって、瞳をよく見ると人間のような丸ではなく W 型。水中のコントラストを捉えやすくするためにこうなったと考えられています。初日あんなくたばりかけてたのにすごくない？これすごいことだよね。イカってすっごい頭いいから、こうやって僕が定期的に餌をあげれば僕のことを危険じゃないやつと認識して、だんだんね寄ってきたり餌もおねだりしてくれると思うんだよね。それであのイカちゃんを本来この150センチ水槽で飼育しようと思ってたんだけど、今すぐこの水槽に移すのはこの水槽のサイズがでかすぎて、あの子が餌を見つけられなかったり体に負担がかかるから、次回続編でこのバカデカ水槽に移していこうと思います。イカって悲しいけど1年しか生きないから、この子もすぐでかくなります。この90センチ水槽でも手狭になってくるから。ってな感じで今回も最後この子のお名前募集していきます。皆さんコメント欄にどしどしコメント待ってます。この子は俺がめちゃくちゃでっかくして最高の美味しいイカに育ててあげるからね。ほな最後まで動画見ていただき本当にありがとうございました。この動画いいなと思ったら高評価とチャンネル登録お待ちしてますって感じで、また次の動画で会いましょう。おいしゃ。